他にも、お疲れ様です。お疲れっす。ありがとうございます。あざっす。そうっす。やばいっす。こんな感じで、何々っすを使います。はい、こんにちは。翔也です。今日も日本語の勉強を頑張りましょう。ショート動画で大丈夫、大丈夫です。大丈夫っす。この何々すについて紹介したんですけど、これは現代の日本でよく使われるし、大事だし、使い方も結構簡単なので、今日はもっと詳しく話したいと思います。まず、何々すという言葉は、丁寧語とタメ語のちょうど間ぐらいの言葉です。カジュアルすぎないし、丁寧すぎない。割と便利な言葉だと思います。基本的に年齢が近い年上の人。初めて話すけど、もっと仲良くなりたい人などに使います。丁寧語、デスマスや敬語をずーっと長く使うと、相手との距離感が縮まらないので、仲良くなれないです。なので、ですを少し短くした何々すを使うと、親しさと丁寧さの両方を表現できます。使い方は動詞の辞書形、ベースフォームとかディクショナリーフォーム、プラス何々す。今日は会議があるっす。今日ランチに一緒に行くっすか。い形容詞プラスす。これめっちゃ美味しいっす。僕も一緒に行きたいっす。な形容詞、名詞プラスす。この文法はめっちゃ大事っす。何時に会議がある。5時っす。他にも、お疲れ様です。お疲れっす。ありがとうございます。あざっす。そうっす。やばいっす。こんな感じで、何々っすを使います。注意点は、フォーマルすぎる状況や、言葉遣いに厳しい人には使わないということです。例えば、僕だったら、会社で初めて話す人で、10歳以上年上で、ポジションも自分より、はるかに上の人。社長とか、役員とか。このような条件の人にはあまり使わないです。あとは言葉遣いにとても厳しい人がたまにいるので、このような人にはあまり使わない方がいいです。日本人はとても丁寧だっていうイメージがあると思いますが、すべての状況で丁寧なわけではないです。仕事でも少し年上の先輩や上司には何々すを使って話しますし、友達の友達と話すときに敬語を使うと少し距離感があるので、何々すを最初に使って仲良くなったらタメ語を使ってみる。こんなイメージです。年上の人と話すときに敬語が本当に苦手で全然わからない人は何々すを語尾につけたらいいと思います。相手の顔色を見ながら使い続けるか使わないか決めればいいと思います。日本語には尊敬語、謙譲語、丁寧語、3つの敬語があって、
どれを使えばいいかわからないということも、あります。こんな時は、間違えるくらいだったら、何々すを使った方が、いいと思います。はい。今日は何々すについて話しました。わからない単語や文法があれば、チェックしてみてください。はい。じゃあ今日もありがとうございました。以上です。